今日はプルプルもちもちなわらび餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は片栗粉で簡単に作れるもちもちのわらび餅を作っていきたいと思います。今回はお家にね、常備してあるような材料、片栗粉でわらび餅を作っていきたいと思います。本来ね、わらび餅作るときはわらび餅粉っていうね、専用の粉があるんですけれども、片栗粉を使ってもわらび餅のように作ることができます。今回はお鍋で作る方法、そして電子レンジで作る方法、この2パターンご紹介していきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。今回はお鍋とフライパンで作るんですけれども、両方同じ材料、同じ分量で OK です。それでは材料をご紹介します。お水、片栗粉、お砂糖。まずこの3つの材料でわらび餅を作っていきます。そしてトッピングがきな粉、お砂糖、黒蜜、塩です。こちらの材料で作っていきます。今回はですね、片栗粉で作るレシピなんですけれども、本来ね、わらび餅を作る時に使う粉、これもね、なんかちょっと片栗粉みたいな粉なんですけれども、こちらをもちろん使っていただいても大丈夫です。分量は片栗粉と同じで OK です。そして今回はね、こちらのタッパーを使っていきます。こちらのタッパーはですね、450ml 入るタイプのタッパーです。こんな感じで水で濡らしておきましょう。まずはじめに鍋で作る方からご紹介していきます。まず取っ手付きのね、鍋を用意してください。で、もし鍋がない場合はフライパンでも OK です。そしたらまずここに片栗粉、そしてお砂糖で、ここに水を入れます。火にかける前に鍋の中で材料を合わせましょう。で、この時こういうね、ステンレス製でできたものを使うとお鍋がね、傷ついちゃうので、こういったね、シリコン系の泡立て器があれば便利かなと思います。で、火にかけてからはゴムベラを使うのがおすすめです。ゴムベラもですね、必ず耐熱性のものを使用するようにしてください。で、このようにね、しっかり混ざれば OK です。それではね、火にかけていきます。まず火をつけます。ゴムベラでこうやって混ぜながら加熱していきます。で、今ね、見てわかると思うんですけども、完全に白濁とした状態です。で、これがとろみがついてだんだんね、時間が経つと透明感が出てきます。鍋肌部分からね、結構固まってくるので、鍋肌までしっかりと混ぜるようにしてください。はい、ちょっとね、一部固まってきました。こんな感じ。わかるかな、今。こんな感じで固まってきました。で、そしたら混ぜるスピードをアップします。はい、で、こんな感じでとろみがついてきました。で、素早く混ぜましょう。はい、で、このぐらいの塊になったら火加減を弱火にします。ちょっとね、透明感が出たの分かりますかね。で、そしたらですね、このまま弱火で2分間しっかり加熱して片栗粉に火入れをしていきます。ここでね、加熱が不十分だと片栗粉っぽさがね、残っちゃうので、よくね、加熱していきましょう。はい、今2分間経ちました。粘り強いこのぐらいもちっとした生地になれば OK です。そしたら火を止めます。それではね、濡らしておいたこちらの容器にわらび餅を入れます。このように入れました。ちょっとね、透明であんまり見えないかもしれないんですけど、こんな感じです。まだね、ちょっと上の表面がボコボコしてるので、一旦ね、ゴムベラを濡らしていただいて、ちょっとね、こうやって平らにしていきます。ゴムベラがない場合はスプーンなど使って平らにしていただくといいかなと思います。はい、このように平らになれば OK です。そうしましたら、こういったちょっと深めのバットまたはね、こういった容器を用意していただいて、この上に置きます。周りに氷をね、入れていただくとよりいいかなと思います。で、そしてお水を入れます。このようにバットにお水を張っていただいて冷やしていきます。で、冷やす時はね、上が乾燥しないように、ラップなどをね、こうやってかぶせておきましょう。こんな感じ。ペトッとつけちゃうとラップにもね、わらび餅が張り付いちゃうので、こう普通にラップをする感じですね。このように冷やしていきます。でね、このわらび餅を冷やす時なんですけれども、冷蔵庫に入れたりすると色がね、白濁してしまったり食感がね、硬くなったりしますので、冷蔵庫に入れずにこういった氷水で冷やすようにしてください。もし氷がない場合とか、氷が足りなくなっちゃったなっていう時は保冷剤など入れてもいいかなと思います。
お鍋で作ったわらび餅は四角く切っていきたいと思います。で電子レンジで作る方はまたね違った冷やし方がありますので、そちらの方法で作っていきたいと思います。鍋で作った方はまずこのまま冷やします。はい、それではね、今から電子レンジの方を作っていきます。先ほどね、鍋で作った方は四角いわらび餅にしていこうと思うんですけれども、こちらの電子レンジの方は丸くね、していきたいと思います。なので、消し方がちょっと変わってくるので、そちらもご覧いただけたらと思います。それではまず耐熱のボウルを用意していただいて、ここに片栗粉、そしてお砂糖、ここにお水を加えます。で、そしてよく混ぜましょう。でよくねしっかり混ざったらラップをせずにこのまま電子レンジ 600W で1分加熱します。 500W の場合は1分10秒ぐらい加熱してください。取り出しました。そしたらもう一度よく混ぜます。でちょっとね固まってきてる部分もあるので、そちらもねよく混ぜてください。でもし塊ができちゃった時はこういうゴムベラを使って潰します。これね最初に潰しておいた方が仕上がりがね綺麗になります。電子レンジはね簡単なんですがダマになりやすいのでね。でそうしましたらまた電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、今2回目です。今ねこんな感じ、ちょっと上の方がまだ残ってる感じで、下の方はだいたい固まってます。でこれをゴムベラを使って混ぜましょう。よいしょ、こう潰すように混ぜていきます。でだいたいね水分と混ざったらこうぐるぐるかき混ぜるようにね、ダマがなくなるようによく混ぜてください。でこのようにねまとまれば OK です。そうしましたらこちらをもう一度電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、3回目加熱が終わりました。そしたらまたよくね混ぜていきます。でだんだんね透明感が出てきます。でここでポイントなのがよく混ぜることですね。よく混ぜないとダマになってしまいますので気をつけてください。はい、これで OK です。それでは最後ですね、もう一度電子レンジ 600W で1分加熱します。で 500W の場合は全部ね1分10秒ずつ加熱してください。はい、4回目の加熱が終わりました。そしたらもう一度よく混ぜます。こんな感じでね粘り強く透明感が出れば OK です。それではねこちらを冷やしていきます。まずですね別のボウルに氷水を用意してください。で出来上がったねこのわらび餅を氷水の中にそのまま入れていきます。でこの時ねボウルが熱いのでやけどしないように気をつけて入れてください。このままドボッと入れちゃいます。はい、こちらのやり方はもうねわらび餅ごとこうやって氷水で冷やしちゃいます。そしたらこう手でね親指と人差し指を使ってこうむにゅっとね掴むようにちぎります。でそうするとこのように丸くちぎれます。でどんどんちぎって形作っていきます。表面は結構冷めてるんですけど中が結構熱いので5分ぐらい冷ましてからやっていただいても OK です。でどんどんね食べやすい大きさにちぎっていきましょう。はい、このようにね全部ちぎり終わりました。でまだねちょっと中の方が熱いので全体的に冷えるまで冷やしておきましょう。それではねトッピングのきな粉を作っていきます。まずボウルにきな粉ですね。で甘みが引き立つように塩を入れます。そしてお砂糖も小さじ1杯。そして混ぜます。はい、きな粉はこれで OK です。こんな感じでね仕上がってます。で切るときはですねちょっとねまな板を濡らしてください。でねちょっとくっついてるかなと思うのでゴムベラなども濡らしていただいて肩からちょっとね取り外します。はい、で濡れたまな板の上に出します。よいしょ。ゆっくり剥がれていきます。よいしょ。こんな感じでプルップルに仕上がってます。で切る時も包丁にくっつかないように包丁は濡らして使ってください。あとは食べやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じに切りました。であとはバットにね先ほど作ったきな粉を広げていただいてここに落としていきます。はい、でちょっとずつねきな粉をまぶしていきます。
こんな感じです。それでは残りも同じようにきな粉をまぶしたいと思います。四角く切った鍋で作った方のわらび餅はこれで完成です。あとはね、お好みで黒蜜をかけて召し上がってください。それではね、こちら手でちぎった方もきな粉を絡めていきたいと思います。まず水気を切ります。このようにザルにあけて水気を切ってください。であとはですね、こちらも同じようにきな粉を用意していただいて、きな粉をあとは絡めていくだけです。はい。こっちはね、いろんな大きさがあります。で、きな粉を絡めます。はい、こちらはこんな感じです。このように仕上がりました。それでは同じように残りもきな粉を絡めていきたいと思います。こちらが電子レンジで作ったわらび餅です。こんな感じに仕上がりました。はい、並べてみるとこんな感じですね。手でちぎった電子レンジ。こちらが四角く切った鍋で作った方になります。鍋で作った方もこうやってね、手でちぎっていただいても OK ですし、電子レンジで作った方もタッパーに入れて四角く切っていただいても OK です。これで完成です。はい、これで片栗粉で作る簡単わらび餅の完成です。こんな感じに仕上がってます。それでは最後に黒蜜をかけたいと思います。はい、これで完成です。それではいただきたいと思います。ではまずお鍋で作った方のわらび餅いただきます。すっごく柔らかくてもっちもちです。いただきます。とても柔らかくてもっちもちです。そして滑らかですね。片栗粉っぽさもなくてとても美味しく仕上がってます。それでは電子レンジの方いただきます。こちらもね、すごくもっちもちで美味しいです。滑らかさで言うと鍋の方がね、やっぱり滑らかかなっていう感じはします。でもね、これもすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の片栗粉で作るわらび餅のポイントです。まず鍋で作る方のポイントです。火にかけない状態でまず材料をね混ぜていただいて、その後しっかり混ざってから火にかけるようにしてください。火にかけている最中は必ずゴムベラなどで混ぜながら加熱するようにしてください。最初はね透明度がないんですけれども、だんだん加熱していくうちに透明感が出てきます。透明感が出てきたらその後火加減を弱火にしていただいて、加熱が足りないと片栗粉の粉っぽさが味に残ってしまいますので、2分ほどしっかりと火を入れるようにしてください。そして鍋で作った方は四角い形にしたかったので、一度タッパーに入れました。タッパーに入れるときはタッパーを一度水で濡らしていただいて、水滴がついている状態で生地を流し込むようにしてください。そうすると固まった後剥がしやすくなります。で、冷やす時のポイントなんですけれども、必ず氷水または冷水に当てながら冷やすようにしてください。これをですね冷蔵庫で冷やしてしまいますと、色がね白濁としてしまうのと、あと食感がねちょっと硬くなってしまいます。もちっと柔らかい食感じゃなくなってしまいますので、必ずバットに氷水または冷水を入れて冷やすようにしてください。そして電子レンジで作る方のポイントです。電子レンジで作るときはしっかりとね材料を混ぜていただいて、1分ずつ加熱するようにしてください。電子レンジで作るときはですね、とにかくしっかり混ぜるのがポイントです。で、少し塊があったらゴムベラなどでこう押しつぶすように生地と混ぜていただくと綺麗に混ざるかなと思います。500W の場合はプラス10秒ほどね加熱していただくといいかなと思います。あとはですね、器によっても加熱の仕方が変わるかなと思いますので、ちょっと心配な時は5回ほどね加熱していただいても OK です。で、このね電子レンジで作った方は直接氷水の中に生地を入れて冷やしました。ちょっとね切るのが面倒だなっていう時は氷水の中に入れちゃった方がね簡単かなと思います。あとはお好みできな粉、そして黒蜜をかけて召し上がっていただけたらと思います。とても簡単で美味しいのでぜひ作ってみてください。ということで今日は片栗粉で簡単に作れるわらび餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。